ございます。ペイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は北の大地、北海道。全日程20日間、走行距離 4800km 以上。遮るもののない道と大いなる期待を抱かせてくれる朝日。言葉にならない色彩の夕日。足元まで迫ってくる夜空の星。ここでしか見ることのできない記憶に刻まれる景色の数々。今しかできない楽しいことを全部20日間に詰め込んで、大変なこともあった 4800km。 私たちの北海道キャンピングカー車中泊旅、本日は美しい景色の美瑛に到着します。よろしくお願いします。ここは中富良野かな、中富良野だと思うんですけど、ここでね、以前北海道に初めてジムにできた時に泊まったホテルの前を通過してんな、なので一度戻ってきました。このホテルのね温泉がすごごく良かったんな。もうフラフラになってな、そうずっとジムニで運転し続けてここまで来てやっとそれで印象的なんかな。なんかね、すごいね、癒された気持ちが深く残っててここやって言ってね、戻ったホテルがねこれなんですよね。でね、景色がめっちゃ綺麗なんですよ。ちょっと裏回ってみましょうか。よし。走るの裏の景色がねすごく綺麗で、あんな風にね、後ろの山で大雪山っていうんじゃないかと思うんですけど全然勉強してない。なんかね、一箇所ね水蒸気上がってるんですよね。あれ噴火してんのかな全然わからない1階がね宿泊になってて、そう1階が宿泊で2階が温泉、お風呂だよな、温泉。もうここでもね硫黄の匂いがすごくしますね。すごい良かったの覚えてるわ、本当に。でも今回は泊まりませんなぜならキャンピングカー母ちゃん、新栄農家着きましたね。ここにね一度来てみたいなと。前回の北海道の時も来れなかったので、美瑛には一度ねこの丘のね景色を見たいなと思って来ました。でその景色がこれです。はい、そうこんな感じでね、すごく綺麗なんですよね。でね、今日は天気が曇ってたんですけど、もしかするとねラッキーなことに夕日が見れるかもしれないんで、もう少し待ってみようかなと思います。綺麗な夕日が見れたらまた皆さんにお届けしたいと思います。もう少しお待ちを。かんちゃん、今アスパラ焼きました、ちょっと食べてみる。いただきます。うまいだ。止まらないんだって。うまい。
とってアスパラうまいな。美味しい美味しい。何ぼでも食べれる。恥ずかしいよ。ちょうだいや。何を言う。夕日沈んでしまう。夕日のね撮影をしようと思って、で時間がね余ってたんで、アスパラね家内にね無理言って準備してもらって焼きました。うまいわ。ね、これこんな美味しいの？美味しいね。食べちゃいました。めっちゃ美味しかった。本当に美味しい。こんな美味しいのアスパラ。美味しいね。なんかこの辺りがねアスパラの産地だって言って聞いたんで、アスパラを探して買ってんな。朝の道の駅にちょうどあったしね。ちょっと変わった種類のね。そう、パープル、グリーンとパープルがあって両方買ったんですけど、今両方食べてみたんですけど、ちょっとどっちがどっちっていうことが私たちにはわからないけど、どっちもめっちゃ美味しかった。まあどっちもっていうか多分味はそんななんか違いが本当にわからなかったんですけど、めっちゃ美味しかったです。さあじゃあ夕日がそろそろ沈みそうなんで夕日の撮影したいと思います。本当ねラッキーでした。綺麗。今日めっちゃ曇ってたんですよ。綺麗に見えるね。母ちゃん、はい。綺麗な夕日はい、見れました。見れましたね、はい、めっちゃ綺麗だった、はい、まあねうまく撮影できたかはわからないんですけど、まあまあ綺麗な、本当に美しいっていう言葉がぴったりな夕日でしたね、はあ、長いこと本当ね時間1時間ぐらいもうちょっと待ったかな。もうちょっと待ちましたね、でもねその価値はね十分にありました。めっちゃ綺麗だった、今もねまだ空はねオレンジピンク黄色、で奥にパープルみたいな色もあるね、本当に美しい空が広がってましたね。これは一見の価値ありだと思います。じゃあね温泉の方に行きたいと思います。
700メートル先左方向です。ここは白金温泉はいのホテルやな。初めね吹上温泉に行こうと思ったんですけど、その手前に白金温泉っていうのがあったんで、ホテルの方に聞いてみたら日帰り温泉やってますっていうことなんで、もうここが道の駅から近いのでここで入ろうと思います。でこんなめっちゃ立派なところ、大きいですね。じゃあ温泉はい。楽しんできます。ちょっと体冷えたもんね、そう。夕日の撮影でね温泉行ってきます。はーい。すごい立派なところ、こんな感じ。パークヒルズ。パークヒルズ、はい。ビュッフェとか食べてんのかなとかジャフカードを提示したら1200円がいくらになったの870円。 870円に割引されるそうです、はい、ぜひ。ご利用くだ何やそれジャフの申し物さい。違う。じゃあ温泉行ってき行ってきまますす。あやちゃん、はい。温泉どうでした？すっごい良かったです。すっごい良かったですすごい、はいまあ設備もねすごい設備がなんか整っててね。整ってたね。アメニティももううんそうだね、本当に。でお風呂もね中に内風呂に3つあってで露天風呂が1つあって、結構大きな湯船なんですよ、どれも。でシャワーもね水圧もしっかりしてて水圧こだわりますね。水圧こだわってんのであと温度も冷たいのから熱いのまで出てました、まあ、めっちゃやけどする、まあ、ちょっと暑かったかな。そう昨日はなんかやけどするほど暑かったけどでもそんなには暑く、まあ暑いですけどね、暑いですけど十分だと思います。でお風呂の色は緑色、なんかねちょっと土色ちょっと暗かったからわからないけど、緑の濃いのかちょっと土色みたいななんか、ちょっと鉄分の匂いがした天ぷらとか、そう鉄が入ってるのかなみたいな感じでしたけど、甘い味がした。甘い舐めたお腹空いて。甘いんですって、お腹空いたからそんなことありますいつもちょっと飲んでみる。はい、それちょっとね舐めるのは分かりますけどお腹空いてから飲みますかすごいでも良かったです。よかったですね、うんじゃあ投げのところに帰ります。これっぽいね。そうそう、P って向こう書いてるね。これだわ。これね、ここは右。右も左も行けるのかな。あ、こっちはダメ。左やね。左だねキャンピングカー止まってるあ、ね。ほんまや。左。向こうでもいいし、こっちでもいいって書いてたね。P1、P2 って書いてたから。あ、そうか。まあ、見にで行ってもこっちなんやろうか。傾斜してるかな、でもすごく。あ、ここキャンピング止まってる。今日はちょっと傾斜してるね、これ。
酒蒸しみたいな感じでワイン蒸しにしてるな。ちょっと多すぎたな。酒びたりになってる。いいですね。パセリチンパセリでも散らそうかな。多分もう美味しいと思うんで何しても。熱い？熱いよ。熱いよ。熱い？熱いよ。あれー。大きくない？大きい。これ分けてんけどね今。どうですか？美味しい美味しい。美味しい鶏貝とアスパラのペンネ出来上がりました。ただいまの時刻は、10時33分です。今から晩ご飯にしようと思います。このまま食べ進んでいったら12時ぐらい、また寝るのは1時前ぐらいになるかなと思いますけどね。じゃあ母ちゃんいただきましょう。はい、いただきましょう。今日は鶏貝とアスパラのペンネと、でこれはいろんなサラダです。じゃあいただきます。いただきます。はいどうぞ。はい、ありがとうございます。いただこう。いただきます。フォークがなくて箸なんですよ。フォークがない。美味しいです。そうか。よかった。鶏貝なんか処理分かれへんなと思ってそのままやったけど、それでよかったね。このなんかね、茹でたら真っ赤になるのがこんな鮮やかな赤になるとは。そうやな。確かに。すごい綺麗。綺麗な。肉厚がすごいな。こんなすごい。普段こんな肉厚の鶏貝食べたことないんやけど。ないね、こんなね。美味しい。あれかな。薄くそぐんか。違うよな。鶏貝ね。ね、すごいね。すごいですよ。これ鶏貝。鳥貝がありました。本当の貝に貝。北海道に貝。来た貝がありました。来た貝や。もう全然頭働いてる。こんなね分厚いんですよ鳥貝。すごいでしょ。ちょっとかじっちゃいましたけどね。すいません。ワニのクラも終わったわ。美味しかったわ。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。本当に。なんか寒いね。ギリギリ FF ヒーター入れようか入れんとこかって迷うとこやな。寒い。
ただきましょう。いただきます。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日も180キロ。今日はそうやな、180キロぐらいやな、今日はな。美瑛の丘でちょっと待ったからね。そうそう、時間がね。夕日をね。ただいまの時刻は12時9分です。またね、12時回っちゃいましたね。で、今私たちは道の駅美瑛白金ビル家にいます。で、ここはね、青い池の近くなんで、明日の朝はね、青い池を見てみたいなと思ってます。で、その後の予定なんですけれども、まあ一応ですね、道の駅摩周温泉を目指していきたいなと思ってるんですけど、距離が270キロぐらいあるんですね。で、ちょっとね、移動疲れが出てきているので、まあ家内とも相談して、まあ途中の北見市あたり、まあそのあたりもね、いい温泉がたくさんあるので、まあそのあたりの温泉に使って、で、その近辺の道の駅か何かちょっとね、全然今調べてないんですけど、車中泊スポットを探して車中泊してもいいかなと思ってます。まあ行ければね、道の駅摩周温泉まで行こうかなとも思ってます。やっぱり新栄の丘でね、夕日を長く待ったからね、ちょっと冷えたしね、体もね。で、時間も押したからね。まあでもすごい綺麗な夕日だったからね、やっぱりあれは見る価値があったなと思うね。じゃあこのメロンパン、このメロンパンあれサーモンパーク千歳で買ったメロンパンです。ちょっとなんか可愛いから買っちゃいました。で、これ空とメロン。あ、そう、空とメロン。ベーカリー空とメロン。多分ですけどね、なんかちょっとってなったんですけど、買って購入して、で、商品をいただいたら、まあ、お店の方にありがとうございましたみたいな感じで言っていただくことが多いと思うんですけど、まあね、ありがとうございましたの代わりに、その時ね、家内いなかったんですよ。で、自分一人だったんで、定かじゃないんですけど、ハッピーメロンって言われたと思うんですよね。で、って思ったんですけど、多分、ありがとうございましたの代わりに、そのお店では、ハッピーメロンって言うんだと思うんですよ。で、ハッピーメロンって言われて、あれなんてね。でも、まあ、確かにハッピーだなと思って。でもね、このお店はメロンパンだけのお店で、メロンパンの種類がたくさんね、そう、このね、メロンパンのお店はメロンパンだけをね、まあメロンパンだけじゃないか、ちょっと他のパンもあったけど、メロンパンをね、たくさんいろんな種類を作ってましたね。で、買ったらハッピーメロンって言ってもらえますからね、ぜひ行ってみてくださお姉さんだった。お姉ちゃんやった。うわー、メロンパンだね、じゃーん。でかいね、これ。でかないこれ。メロンパンが2つくっついてる。これ、普通はなんか食パンのね、そうか、食パンみたいなのつもりが、はい、うわ、すごーい。すごーい、でかーい。いただきまーす。おいしい。美味しい。おいしい。おいしい。ただいまの時刻は1時15分です。なんでこんな遅なんねやろな。なんか、毎回本当に思うんですけどね、めっちゃ遅くなりますね。で、外気温計出してきました。でまだまだ下がると思うんですけど、今の外気温は 9.7 度ですね。多分まだまだ下がると思います。めっちゃ寒いんで。まあ明日なんですけど、朝にね、青い池を見に行って、で、その後はね、ちょっとね、今のところ見てですね、なんかこうもしかしたら移動しないかもしれないし、明日もね、
こにあるキャンプ場のキャンピングカーサイトを借りることもできるかもしれないので、もう一日もしかしたらいるかもしれないし、朝起きてね、これいけるなと思ったら移動するかもしれないですね。移動するなら道の駅摩周温泉を目指していく感じですけど、たどり着かなくても途中の北見市あたりでね、車中泊しようかなと思ってます。はい。じゃあ今日はね、ちょっと疲れましたね。もうそろそろね、移動の疲れを取る一日休憩みたいな日をね、入れないといけないなと思ってます。はい。じゃあ寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。ただいまの時刻は9時38分です。朝5時ぐらいに一度起きて、凪の散歩に1時間ぐらい行って、でそこからまた2度寝しました。で、昨晩の最低気温なんですけど、結構寒かったんですよね。で、何度かなと思ってたんですけど、3.5 度でしたね。やっぱり寒かったですね。3.5 度、やっぱ寒かったですね。で、今日なんですけど、この後、青い池を見に行ってみて、で、その後、北見市まで移動しようかなと思ってます。最初は、道の駅摩周温泉まで行こうと思ったんですけど、多分、距離が長すぎてたどり着けないと思うので、北見温泉だったら、その半分ぐらいの距離の160キロぐらいかな。で、北見市にある道の駅で車中泊をして、で、次の日に摩周湖の方へ移動しようかなと思ってます。なので、ちょっとね、予定が1日遅れる感じになるんですけども、それでいいかなと思います。ではね、片付けて、まず、物産館と青い池行きたいと思います。母ちゃん、はい。じゃあ、白金ビル家の物産館はい。だと思うんですけどね、見に行ってみましょう。じゃあ行ってきます。ドッグランがあるね。でもあの柵凪越えそうやな。もう小型犬用かな。大きいな、ここは。だって駐車場、この下にもあんねや。ここがピーチ今止めてるとこやからさ、この下向こう側にあるねんな。これは砂利のとこやったね。キャンピングカーサイトね、あったね。青い池って歩いて行けんのかな、これ。歩いて行くもんか。結構距離あったよな、多分。ちょっと車でね。これなんかいいって言ってたよ。温泉の手前であんねんな。後で行ってみよう。青池これ。そう、これ見たかった。そう。なんかね、ちょっとやっぱり美瑛っていろいろありますね。丘も綺麗だったけど、青池とか滝も綺麗そうですね。じゃあこんなところ。スラックラインですよ。事故のないようにね。なんでやねん。あっちからどうぞ。
これめっちゃ準備運動いいね。いやこれすごい危なくない？まあいけるんじゃない？こんなの初めてだけど生まれて。平均台の選手やったんやろ？こんなことできるの？靴で。こんな初心者に危ないね。準備運動いる。あかん。結構難しいんやな。難しい。へえ。いやこれ怖いわ。あ、そうなんや。見てみて。え？父ちゃん生まれて初めて？初めて。何も取り切らへんわ、バランスを。ねえ、わかる。腹立つな。だよね、なんか。めっちゃ足開くね。あかんわ。鼻の穴開きすぎですよね。もうちょっと真ん中ぐらいまで行きたいよ。やばーやばー一応行ったっちゅうかな。最後。あちゃん、はい。じゃあ今から青池行きましょう。はい。なんかスラックラインでこんなんなってもう体がちょっとバキバキ。なんかうずうずするね。あれな、攻略したいなって思う。ねあらちょっと教えてもらわなあかんね。ね最初ね。じゃあ出発します。ボタンに駐車券をお取りください。青池はい。来ましたね、うん今日はね係の方に教えていただいたんですけど、今年一番綺麗だからいいですよって言われました。まだ見てないんですけどね、なぎもね一緒に行けるって言ってね係の方に言っていただいたんで、これから一緒に行こうと思います。で係の方もねワンちゃん好きだからって言ってわざわざね見に来てくださってね。いろいろお話ししました、ねはい、じゃあ行ってきます。よいしょよいしょ、いい大きいカメラで行きます。めっちゃ多いな。ね、青いね。めっちゃ多いや。なんかミントの色だね。めっちゃ多い。青い池見てきました。すごく青かったです。なんかどうして青くなるのかはわからないんですけど、めっちゃ今年一番の青さだっていう風に係の方が言われてたように、青い池はめちゃくちゃ青かったです。ちょっと届かんかもね。ご利用ありがとうございました。駐車券を矢印の方向に入れてください。ありがとうございました。
こうにあるってこと、ちょっと歩かなあかん。車どこ止めんのよ。白ひげの滝、はい。ちょっと迷いましたけどね、着きました、はい。ここからどれぐらい歩くのかな。5分ぐらい、ここから1分、1分。まあ多分ねすぐそこにあるみたいですね。歩いてる方が、まあ、海外の方ばっかりですねやっぱりね。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ行ってきます。なんか今日はあったかいね。そうですね。なんかさっきまで晴れてたから。そう、暑かったぐらいやね、昨日の夜はめっちゃ寒かったですけどね、もう天気は今日はもうそこに人がいるな。見えるんだね。橋のところから。そういうことなんや。もうすぐみたいですね、駐車場からすぐでしたね。なんかめっちゃいい匂いしてねこの辺。なんか親子丼の匂いがしてる。めっちゃ腹減って、だからそうだしの匂いがしててめっちゃ腹減ってるから、朝ごはんなんか食べんとなんか遊んでてずっとなんか違うところに入ってしまいそうやね。そうや、お前白ひげの滝行かんとホテルに入ってご飯食べてしまいそう。でも気持ちいいですね。なんかちょっと気候のいい北海道に来れてって感じかな。初めはねやっぱり寒すぎてえらい時に来たなと思ったんですけど、今日はねすっごい大丈夫ですね。過ごしやすいです。めっちゃ。すごいね。結構すごくないこれ。すげえなこれ。白ひげの滝めっちゃすごいですよ。すごいこれ。何あの色すげえな。じゃあね、お待たせしました白ひげの滝どうぞ。はい、すごいですね。なんかすごい色してますね。めっちゃ綺麗だ。綺麗。コバルトブルー、確かに。なんか家内が言ってたんですけど、ここの水のが青い池に流れ込んで青くなるよね。で、アルミニウムの成分が含まれてるから青くなるって言ってたよね、さっき。白ひげの滝からアルミニウムがでもなんかもうよくわからないけどそんな感じです。水と混じって青くなるみたいならしいですよ。はい。じゃあ凪のところに帰ります。母ちゃん、白ひげの滝を出発して、で、道の駅温蓮湯温泉かな、そこへ向かいましょうか。162キロぐらい。母ちゃん、ソフトクリーム、朝ごはんも食べてない、お昼ごはんも食べてない、今はもう2時前なのにソフトクリームを食べる、でそのソフトクリームがサトウキビからできてんの？ちょっとわからないけど、隣にトウキビって書いてあって、
砂糖ができる元のいや道の駅でソフトクリーム買いたいなとかって言ったら、もうここでは買わないって言われてで牧場で買おうって言われて、で牧場じゃないんだけどもなんか珍しいんでトウキビソフトクリーム食べてみます。景色はこんな感じ。じゃあソフトクリーム買いに行ってきます。アスパラって書いてるね。あ、なんか売ってるんじゃない？トウキビのソフトクリームはありませんでしたなんか家内が見間違ったみたいですね。まあいつものことです。ね、その代わりにアスパラと金時豆、美瑛産の買いました。これちょっと俺はこれが楽しい。アスパラがたくさん入ってます、ね、でもこれは母ちゃんめっちゃ楽しい。帰ってから燃料が安かったので北連かな。アドブルーがねだいぶ減りましたね。ここにこれなんですけど、だいたいこの線を過ぎたらアドブルー給油してくださいって言われてるんで、また入れないといけないですね。今ここですね。この線を過ぎたら入れます。母ちゃん、はい、塩別つるつる温泉に着きました、ここは道の駅温念湯温泉の近くですね。で結構眠たかったですね、で途中きゅうりを食べたりしてね眠気を覚ましながらここまで来ましたけどね。でここで今日初めてのご飯も食べる初めてもう日暮れそうですけどほんまに遊んで何やってんねんって感じですけどね。じゃあここの温泉行きたいと思います、雰囲気ある。ご飯食べれるところありませんでした。ランチだけでした。ランチだけでした。お腹減ったでもさっき温泉いただきます。母ちゃん、はい、めっちゃ良かったですね。良かったです。めっちゃいいですよここ。すごい良かった。お風呂たくさんあってね。お風呂ね、浴槽も大きいし、で種類もあるねんな。温泉の質は種類があるかはちょっとわからないんですけど、でも浴槽の種類がいっぱいあって、でシャワーの水圧はこだわりますね。最高でした。もうね、蛇口を動かした瞬間のレスポンスも早い。めちゃいい。職業病。でね、熱いお湯からめっちゃ冷たい水まで出ます。シャワーのお水も温泉のお水でしたね、匂いが硫黄の香りがしたんで、温泉だと舐めました。舐めました。舐めた。舐めました。舐めた。ね、ちょっと硫黄。そうだね。硫黄の香りがしましたね。温泉卵の味がします。そうですね。そう今余計なこと言いそうだった誰かがどっかでプーとかしてないかって言うてしまいましたね。でね、脱衣所にね
蛇口があって飲料用の温泉水もねあったんですよ。自分初めてやね。あ、そっか。それなん飲むの。そういうので蛇口にあるっていう、そうだね。そう初めてでね、びっくりして飲んだんですよ。でちょっとまあ硫黄の香りがするかな。でもなんかちょっととろみがあるような感じでしたね。で露天風呂なんですけど、浴槽の底がねコンクリートの打ちっぱなしだったんですよ。そうでね、あれがねちょっと私的にはね少しだけですけどね、なんかプール感が出ちゃってて泳ぎそうになっちゃいましたね。よくねダンスの世界でも言うんですけどね、人はねいいことにはなかなか気づいてくれないんですけど、違和感にだけはねすぐ気づくっていうね。気づかんといて気づかんといて。いやもう全体の評価はもう100点。本当良かったですね。本当に良かったです。なんか茂みの中に露天風呂っていう感じで。ただ露天風呂の底だけにちょっと石とかこだわらんでいいんですね。じゃあ凪のところに戻ります。ばあちゃん、はい、今日の晩ご飯は外食で、回転寿司、なんかこの辺りのチェーン店なのかな、北海道にあるチェーン店みたいなんですけどね、調べると、トリトンっていう回転寿司に行こうと思います。今日は朝から何も食べてないんでもうめっちゃ腹減ってますね、たくさん食べたいですね。で今日は道の駅摩周温泉まで行くことにしました。あんまり距離がねなかったんで行けるかなと思って行くことにしました。はい、じゃあこれで予定通り当初の予定通りになります。はい、じゃあまず飯食います。はい、はい、いただきましょう。こちら生ホタテ、私ホタテ大好きなんで。でホッキ貝ね。これホッキ貝です。これはつぶ貝です。貝ばっかり。貝ばっかりだね。貝好きだね。はい、貝好きです。はい、じゃあいただきましょう。いただきます。美味しかったね。めっちゃお腹いっぱい食べました。めっちゃ食べました。めっちゃ。でも安かったね。安かったです。質とかね。特に生ニシン。最高、2回も食べちゃった。美味しかったですね。北海道でしか食べられないみたいな風に書いてあったんでいただきましたけど、美味しかったです。おすすめです。峠の湯、三幌峠の湯っていうところがねパッと来た時にあったんでちょっと体冷えたんでまた来ました。頭大爆発してますけどじゃあ温泉行ってきます。こんなところかりちゃん、急ぎでお風呂入りました。蛍の光流れてますよ。もう20分ぐらいでチャカチャカっと入りました。でも温まりました。温まりました。よかった。よかったです。じゃあ出発します。峠の湯三幌で RV パークがありました。ちょっと暗くて見えにくいですけどね、こんな感じみたいですね。斜めに止める感じ、結構広いな。でも前にちょっと広場もあって、こんなんあってんの知らんかったわ。止まっていけるよ。ね。
じゃない？あ、もうちょっと先か。違うけど、やっぱこれやろ。あ、そうか、50メートル。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は27分です。運転お疲れ様でした。これやわ。これ。これやな。うわー、全然見えない。何も見えない。今私たちは道の駅美幌峠、パノラマなんとかだったと思うんですけど、ちょっと後ろの名前は覚えてないんですけど、急遽道の駅を変えたんですね。初めは道の駅摩周温泉に行くつもりだったんですけど、美幌峠っていうところに来たかったんですよね。それが手前だっていうことに気づいてなくって、摩周温泉より奥にあると思ってたんですね。行く方向に向かって奥にあると思ってたんですけど、でもそれが手前にあったんで、そしたらもう美幌峠の道の駅、今は一番高いところなのかな、これが標高が500メートルぐらいだと思うんですけど、そこに泊まって今夜は車中泊をさせていただこうかなと思ってるんですけど、外がねすごい霧やねんな。びっくりするぐもうらいの途中からそう運転しててもね前が見えないぐらいの霧で、2回ぐらい鹿が飛び出してきてね、2回目は結構危なくて、ちょっとちっちゃめのね鹿ちゃんがね横から急にドンと出てきちゃって、うわっと思った時にね、もう本当にね U ターンして帰ってくれたんで、なんとかね事なきを得たんですけど、本当にねもう心臓が飛び出そうになりました。明日の朝にねこの道の駅からおそらく屈斜路湖だと思うんですけど、ちょっとねあんまり調べずにね、なんかもうここがいいなと思って泊まったんで、あまり理解してないんですけど、おそらく屈斜路湖だと思うんですけどが見えるんじゃないかなと思うんですよね。その景色が撮れればいいなと思うんですけど、どうやらね明日曇りでガスがすごく出てそうで見えないかもしれないんですね。めっちゃ残念ですけどね。美幌峠、さっきまでね美幌って言ってましたけど、美幌峠ですね。美幌ですね。美幌峠、ここは美幌峠なんですけど、美幌峠から景色ね絶景を見たいなと思ってたんですけど、ちょっとね期待薄かもしれないですね。だいぶ走ったすごい眠い、さっきからねもう眠たくてしょうがなくって、もう凪はねちっちゃい時から撮影よって言ったらカメラをこう本当にねもう家来た時からねずっとカメラの前でこうやってね撮影をされてるんで、もうねカメラ撮影よって言ったらね目こないから頑張ってくれるんですよね。もう申し訳ない。早めにね、ありがとう。早めに終わらせました。じゃあね、コーヒーをいただいてもう寝たいと思います。今日は